それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係性の片思いの行方について見ていきます。今お相手とまだ関係性が縮まっていません。距離が離れていますっていう方向けのリーディングとなります。で、そのお相手に近づいていくためには、仲良くなっていくためにはどうしたらいいのかっていうところをもらっていきましょう。はい、では今回も4択でやっていきます。よろしくお願いします。はい、ではまず早速スプレッドで見ていきます。タロットカード持ってきました。今回ね、こちらの大きいタロットカード使っていきます。まずここからスプレッドしていきます。タロットカードは正位置採用です。今のあなたとお相手の現状やそれぞれの関係性、お互いどう思っているのかなっていうところをもらっていきます。そしてそのお相手との関係性にもよるんですけど、連絡先知ってるよっていう方もいたら、まだこれからなんですとか、定期的に会うんだけどまだプライベートなデートとかにはお誘いできていないとかね、そういう関係性の方もいると思いますし、 SNS 交換していたりとか LINE の先知っていたりとかもして連絡は取り合えるんだけどなかなかデートにっていう方もいると思いますので、それぞれの関係性に当てはめてご覧になっていただけたらなと思います。では見ていきましょう。はい、あなたの現状をもらっていきます。はい、お相手の現状です。カードが入るように重ねていきますね。そしてルノルマンカードからも補足でもらっていきます。足していきましょう。そうですね、お相手の現状とかも見えてきています。で、お相手があなたのことをどういうふうに見ているのか、今の現状、そして、お相手の本心っていうところをもう少しもらっていきます。はい、ブーケのカード。はい、そうですね。なるほど。では、じゃあこのあたりももらっていきましょうか。そうですね、狐のカードも入っています。少しね、お相手の方を深掘りしていきたいなと思ってたんですけど、あなたの方はすごく分かりやすく出ているかなとも思っています。そしてあとはここもですね、はい、棺のカードと出てきていますね。この辺りで見ていきましょう。で、あとはロマンスエンジェルカードからももらっていきます。障害に対して1枚もらっていこうと思います。そしてアドバイスでも最後1枚もらっていきます。まずは障害、こちらですね、1枚もらっていくのと、でアドバイスカードが1枚もらっていきます。ちょっとね、ここに置かせてください。そしてまたさらにルノルマンももう一度もらっていきますね。ここもね、もらっていきましょう。そしてトランプももらっていきます。トランプはラッキーナンバーでもらっていきましょう。このお相手ともっと仲良くなれる日とか、なれる時間帯、何日後とか何週間後で見てください。ここはね、2枚出していきます。はい、そして先にね、カードを出してしまいましょう。そうですね、今のそのお相手の方やっぱり気になりますよね。まだ関係性が浅いっていうことでどうなのかなっていうところとかもあるので、
お相手が今どんな現状にいるのかなとか、例えば今お仕事忙しいのかなとか、体調崩してないかなとか、どんな状況にいるのかなってことも気になりますよね。そのあたりも少し出していきながらで読み解いていこうかなと思います。このあたりかな。では、見ていきましょう。まずはロマンスエンジェルカード。ここに深掘りで出してきています。こちらのカードはそうですね、あなたの過去に関わりのある人っていうのが入ってきてるんですね。で、確かにここのタロットカードを見ていくと、これカップのカップがハートに置き換えられていますね。ハートカップの7番が入っていて、でここに対しての、あなたの過去に関わる人とのまた再会だったり仲直りだったりとか、そのあなたの過去の人と話をすること、っていうことも出てきてるんですね。でそして棺のカードっていうのも出てるので、ここの部分に出してるのがその今のあなたにとっての、障害だったりとか、2人の仲を進展していくために今必要になってくる過程っていうところでここ出しています。3枚ですね。ここ後で順番を追って見ていきましょう。ただその今乗り越えていくところの課題として、今あなたが清算することっていうのが出てくるかなと思います。清算っていうのはたくさん意味があります。例えばワードで言うんだったら、過去にご縁があった人と再会したりとか、また話をするような機会があるとか、あとは自分自身が過去との決別をする、古い思いを捨てて新しいものを取り入れていくっていうことが今のあなたの課題になってくるかもしれません。その他にもカードをたくさん見ていきますので、またね合わせて見ていきましょう。でそして今のお相手の現状とかのあたりとかもカードを出していきたいですね。こちらはお花を使ったすごいすごいですね。ロマンスエンジェルカード、私めったに使わないんですけど、いやなんかねバチバチっとね入ってきていますね。いやー、これは大きな進展っていうのが出てきそうですね。まずはこちらのあなたの状況、ペンタクルのクイーンが入ってきています。お相手と仲良くなっていきたいなとか、どちらかというとクイーンなので受け身ではあるんですね。しかもペンタクルなので、お相手から来てくれると嬉しいなっていう思いが強いのかなっていうのもありますね。自分から積極的に動いていくというよりは、向こうから何かチャンスがやってきてくれるといいなとか、偶然のタイミングが訪れるといいなとかね、そういうことを願っていたりとか、消極的なところは少しあります。自分の気持ちを抑えていきながら、どうやったらあの人と仲良くなっていけるのかなとか、そういうことを考えていらっしゃる方もいるんじゃないかな。これは連絡先知らなかったとしたら、自分からなかなかきっかけつかめなくて連絡先聞けないとかね、そういう控えめなところっていうのが出てきています。そうですね。ただあなたはすごく豊かな方なので、お相手からもし来てくれたらそこでぐっと仲が縮まっていくとかね、そういうのも出てくるんじゃないかなと思うんです。はい。そしてそうですね。もし連絡先知っていてっていう方だとしても、お相手の状況とかを見ていて、なかなか自分からきっかけつかめなかったりとか、デートに持ち込めない、誘えないっていうところがあるのかな。でも前向きでいらっしゃるので、今これからもっと仲良くなっていきたいとか、自分から働きかけていきたいっていうところのお気持ちも出ています。ただ行動に出ているのかなっていうところで見るとするんだったら、控えめに行動に出してるような感じがするので、少し連絡取ってみてお相手の反応を待っていたりとか、あまりしつこくなりすぎずにお相手の状況を見ながら対応しているっていうところが出てきています。これがお相手の現状で出しています。デスのカードで今お相手の中で何か切り替わりっていうのが入ってきます。そうですね。お相手の中でも何かを終わらせて、
また新しく何かを始めるとか、一つ区切りがついたよっていうお相手もいるかもしれません。この方にとっての転機っていうのが今訪れています。分岐点だったりとか、そうですね、次へ進もうっていうふうに思ってますね。それはもしかしたらね、お仕事で次のお仕事だったりとか、次の課題とか転職っていう方もいるでしょうし、お仕事じゃなかったとしても、何かの区切りがついたよとか、引っ越しだったりとかね、それはお相手の生活の一部が切り替わっていくっていうことなんです。そしてここ桜のカードも出ています。これお相手、今自分の中に溜め込んできたものをリセットしたいとか、終わりにしたいとか、もう少し解放して自分の気持ちを、自由にしていきたいっていうところが出てきてるのかなと思います。表だって見えないかもしれないんですけど、この方だいぶストレスを抱えていたりとか、なんか苦しかったこと、悩んでいたこと、一人で抱えていたことがあったんだよっていうのが出てきています。辛抱強く耐えていたとかね、もうそこから終わりにして、もう次のステージへ行きたいんだっていう今のお相手の状況ですね。これをもし2人の関係で当てはめていくとするんだったら、今あなたとの関係性を変えていきたいとか、お相手の中でも溜め込んでいたもの、何か言えなかったものとか、それはお相手が素直になれていなかったとかっていうのもあるだろうし、あとはそれ以外のところでもあなたに何かを伝えようとしていたんだけど、なかなかお互いがきっかけがなかったとか、進展するタイミングやチャンスっていうのがなくて待ってるような状態だった。でもそこからもう抜け出して変わっていきたいっていうお相手の状況っていうのが見えています。そう、あなたに対しての思いなのか、それともご自身の生活が変わっていくのかっていうところなんですけどね。ここは2人の今の関係性で見ていくと、ソードの9、そして鮮やかな人っていうのが入ってきて、これは注目っていう意味のあるカードですね。ここ今とってもスポットライトが当たってるので、ここに今注目してください。もしくはあなたが今ここにとても焦点が当たっているのかもしれない。もしかしたらお相手ともう終わりなんじゃないかなとか、これ以上仲良くなれないのかな、進展していかないのかなっていうことで、あなたが思い悩んでいるっていうね、どうしようって、夜も眠れないぐらいとても悩ましいっていうことが、今ここに焦点が当たっているよっていう風に出てきているんです。ここに注目してくださいっていうよりは、もうすでに注目していて、今このことで頭がいっぱいっていう感じもするんですよね。そして今この苦しみから抜け出していきたいとか、変えていきたい、より良いものにしていきたい。そうですね、お相手の方が離れちゃった、自分から遠く離れたように感じるっていう風に考えている方もいるかもしれません。お相手の中でも何かが切り替わる転機を迎えていますので、もしかしたらあなたとの関係性において切り替わりっていうところがあなたの中で感じているところがあるかもしれません。ただし今まであなたが一生懸命積み重ねてきたものとか、育んできた思いとか、そのようなものは大切に持っていてくださいねっていうのは今の現状でも出てきているし、2人の関係性においてもここのカードも足してくれています。プラスに考えてください。今そこまで思うほど状態は悪くなっていかない。これから先ね、悪くなっていかないので、今現段階であなたが苦しいなとか悲しいなとか、お相手が離れてる気がする、なかなか連絡来ないんじゃないかとか、そういうところから今抜け出すタイミングがやってきてるよっていう風に教えてきてくれています。ただし大きな変化っていうのはこれからね、訪れる可能性があります。ただし自分の理想とする未来を想像して、それを待ってください、心待ちにしてくださいっていうのが言われていますから、やっぱり今のあなたの姿勢っていうのはそのスタンスでいいんじゃないかなっていうのもあります。あとは後でお伝えするポイントっていうところを押さえて、そして今のあなたのスタンス、考え方とか、今このネガティブに考えすぎてるところだけを少しだけ摘み取っていって、それでもね、お相手に近づいていきたいんだっていうこのお気持ち、これを大切にして、この思考を持ち続けてやっていくといいんじゃないかなっていう風に出てきています。そしてこちらが本心ですね。お相手の本心、そしてあなたの本心と見てきています。ラバーズのカードね、そのお相手と仲良くなっていきたいとかね、恋人になりたいとか、
そういうね絆が結ばれていくといいなっていう風にあなたの方は感じています。お相手のこと好きだしね、ここラバーズ出てきてますから、まさにこういう関係になっていきたいんだっていうあなたの本心出てきています。ではお相手はどうかなっていうと、カップの4番入っています。そうですね。そしてここにブーケのカードが入ってるので、サプライズ的なものが欲しいんじゃないかなとか、または自分からサプライズしていこうかなって考えてるか、どちらかかなとは思うんですけど、でもカップの4番っていうのはそうですね、どちらかというと、ここ何か刺激的なことがあればいい、今の日常において少しねプラスになるようなことが欲しいなっていうようなところなので、だとしたら自分のところに嬉しいニュースが舞い込んでくるといいなとか、なんかこういいことないかなとかね、そういうことを考えているのが今のお相手の本心として出てきています。ただし現状は変わっていく、転機を迎えていくっていうところ、そして溜め込んできたものを終わりにしたいっていうお相手のお気持ちが出てるので、それを終わりにして溜め込んできたものを外に出していきながら、プラスで嬉しいことが訪れるといいな、自分の日常に彩りが出てくるといいなっていう風にね思っているところがあると思います。何かね今までこう溜めてきたものがあるよっていうのはあります。そしてその後を見ていきましょう。ここですね、先ほどもお伝えした障害、今のお互いにとっての障害で今出しているところにカップ7番、そして棺のカード、これは和解だったり仲直りだったりとか、あとは再会とかっていうのも表しているカードです。なので一時的に距離が離れてしまっているっていう方だとしたら、また元の位置に戻っていくというか、距離が縮まっていくっていうことがあります。少し前まで仲良くお話ししていたのに最近話ができていない、連絡取れていないっていう方は、また前の仲の関係に戻っていくと思いますし、でそうでもない、もともと浅い関係性でこれから距離縮めたいって思ってるんですっていう方は、ここね何か自分の中で手放すことが出てくるよっていうのは言われています。一つの区切り、過去の自分とさよならする時がやってきてるよっていう風に捉えてください。はい、でもちろんお相手と喧嘩しちゃってとか距離が空いちゃってっていう方、距離がまた元に戻っていくんですけど、ただし元に戻るためにはあなたの中の過去の自分の思いとか今抱えているネガティブな気持ちっていうところを手放していく必要は出てきています。そして和解、お互いが理解し合える、分かち合っていける、思いやっていけるような関係性にまたなっていくよっていうことが出てきているから、やっぱりだとしたらお相手もそれに向かって溜め込んできたものを手放してまた新しいステージへ行きたいってことは、ここのあたりに関係してくるのかなっていうのも出てきています。いや全然一度も距離縮まったことありませんっていう方はね、先ほども言った通りご自身の中のネガティブな思いっていうのを今打ち消していく時です。棺のカードが出てきています。今そこを終わりにしましょうっていうところですね。そしてカップの7番ですね。障害になっているところにいろんなことを考えていたり、いろんな選択肢っていうところで今あなたの中にあるのかもしれない。どの道を行こうかなとか、あとはこれ空想の世界を表している。つまりあなたがいろいろ考えすぎていて余計ネガティブになっていませんかとか、2人の関係性がネガティブなものとして受け取りすぎていませんかっていうところをここのカードたちが教えてきてくれてる気がします。それはあなたの考えすぎだよっていう風に教えてきてくれてる気がするんですね。あなたが一つ何かを決めたりとか、現実を受け止めていくとか、その現実の中で自分がじゃあどうやって進んでいくんだろうっていうところに目を向けた時に、初めてそこでその他の今必要じゃない思いとか考えっていうのを手放すことができる。そして現実に目を向けて一つの道を歩んでいくことができるんだってことをここで教えてきてくれています。そのための過去の自分とのさよならかもしれないしね、手放しっていうのが言われています。ただしそれを行っていくことでお相手との距離が縮まったりとか、今距離が空いているっていう方はまた元に戻っていくっていうね、和解のカードも出てきています。
はい、こちらが今の障害として入っているので、あなたの中でいろんなことを頭の中で考えすぎているところありませんかっていうのがこの2枚が出てきています。これはね、関係性を表している1のカードね。で、障害のところでもいろんなこといっぱい考えてるよっていうのが出てきていますから、ここから今抜け出してね、一つ決めていくんだとか、迷いを断ち切るとかね、そういうのも言われていますね。はい、たくさんいろんなこと考えたりとか、お相手ともちろんときめくような関係性にもなりたいっていうようなお気持ちもあるだろうし、やっぱりうまくいかないんじゃないか、諦めようかなっていう風にネガティブになってるようなところもありますし、いろんな思いがここに今詰まってると思います。詰まりすぎているのかなっていう風にも出てきているかな。そこに一つ区切りをつけるんだよっていう風に言われてるので、これ今障害をあなたがどうやって乗り越えていくのかっていうところも注目してください。そしてお相手ですね。で、お相手の本心としてはプラス嬉しいことあったらいいなとかね、そういうことも出てきているので、お相手も今何か自分の中に彩りを求めているところがあるので、じゃあそこをあなたが色を塗っていくといいんじゃないかなっていうのもね、出てきていますよね。これもまた一つの策として今提案されました。そしてここですね、お相手は動いてきてくれますかっていうところのカードです。デビルのカードと狐のカードなので、ここちょっとね、お相手の本心がまだはっきりと意思表示というか、あなたに届くか届かないかってところわからない、もやがかかっているような状態でお相手が出してきてくれています。ということは、まだお相手の中でも自分から動くとか、何か伝えに行くとか、はっきりと何かを示すっていうところはまだグレーだよっていう状態で出してきてるんですね。それはあなたの中でも同じようなことが言えます。頭の中でいろいろ考えてるから、じゃあどうしようとかね、自分の本心ごまかしていたりとか、本当は仲良くなりたいのに我慢していたりとか、ネガティブに考えて動けないっていうところが出てきているので、あなたの中でもまだはっきりと意思表示できていないところがあると思うんですよ。諦めようかな、やっぱり諦められないとかね、いろんな思いが交差しているので、お相手から見てもあなたはどうしたいんだろう、どんな風に思ってるんだろうっていう風に見えている可能性もあります。諦めようかなって言って距離を置いてみたりとか、やっぱり諦められなくて連絡してみたりとか、連絡して返信がすぐないとまた落ち込んじゃって1ヶ月ぐらい連絡できないとかね、そういう状態を繰り返しているよっていう方もいるかもしれない。ただしあなたはとっても大きな愛情、気持ち、心の広さっていうのを持ってるので、それを慈しんで育んでいきたい、このお相手と一緒にっていうところがありますからね。はい。で、そのあなたのお気持ちっていうのを大切にしてください。で、お相手はじゃあ動くのかなっていうところを見ていくと、あなたの出方次第っていうところもあるのかなっていうのは正直出てきています。あとはお相手の中でもやっぱり何かにとらわれていたりとか、そうですね、いろいろそれは思考パターンだったりとかっていうところもねあるかも。これは2人の関係性を表しているカードなので、あなただけではなくてお相手もネガティブな方に持っていってる、自分の考えを持っていってるっていう可能性もあるんですよ。今ここに大きな焦点が当たっていますよっていう補足のオラクルカードも出てるので、お互いが今ネガティブモードに入っている可能性がある。そして溜め込んでいたものから抜け出していきたいっていうお相手の現状ね。そしてそれがちゃんと抜け出していけるんだったら、プラスここに自分にとってのギフトっていうものが与えられてくるのであれば、お相手の方はポジティブになって動いていくだろうし、ただ何かにとらわれているねっていうのが出てきていますから、このとらわれているものから抜け出していくと、お相手の方もすっきりとしていくんじゃないかなっていうのが出てきています。もっと自分に正直になっていくのかどうかっていうのがお相手のテーマかな。もしこれね、ここね、和解っていうカードが出てるので、2人の間で行き違いだったりすれ違い、誤解とかがあったり、または喧嘩とかしちゃって一時期的に距離が離れちゃったとかっていう方、その浅い関係性で喧嘩ってどうなのっていうのは、例えば社内でプライベートな関係性じゃないんだけど、職場で意見のぶつかり合いとかがあって、なんとなくこうギクシャクしてるとかね、そういう感じです。そういう方々だとしたら、お相手もその本心をちゃんと見せていない、素直になりきれていないっていうところがあるので、
この人ね、一人で抱え込む癖があるんですよ。一人でいろんな思い悩みとかっていうのを全部自分の中で抱え込んで、誰にも言わずに自分の中で消化していこうとするようなところがある人なので、それをどんな風に自分であなたに伝えていくとか、周りの人に言っていく、っていうところが今のお相手にとって必要なところなんだけど、でもこれはね、そうだな、あなたの方でもサポートに入ってあげるといいかもしれないけど、やはりこの自分の抱え込んじゃうところって、そうだな、周りの人が手を差し伸べてくれたらね、少し変われるきっかけになるかもしれないけど、根本的なところではやっぱりこの自分がどんな風に変わっていくかとか、自分が成長していく過程においてっていうところが出てくるので、この方がね、何かでもきっかけがあれば自分の気持ちをお話ししてくれるようなことがあると思うんですね。ただ癖としては、この方のね、癖としては自分の中で抱え込んじゃうところがあるよっていうところです。そのせいで見えないなって思いやすいかもしれませんね。はい、ではこちらです。これはアドバイスカードですね。アドバイスでもらっているカードです。じゃあこの人とよりもっと仲を縮めていくためにはとか、あとはそうだな、一回距離が離れちゃった浅い関係性でもね、距離が離れてギクシャクしちゃってどうしようかなっていう方は、これからまた戻っていく、そのためにはっていうことで出しているんですね。まず一番出てくるのがこれ、ソウルメイトのカードです。わーっていう感じがするんですね。ソウルメイトのカードが出てるので、お二人にとってご縁のあるものだったんだっていうのをお互い感じられる。まずこれが一番強いカードかなっていう風に出てきています。二人はやっぱり縁がある、あるんだって。一回離れちゃったかもしれないし、なかなか思うように進まなくて思い悩むようなことも今出てきてるんだけど、やっぱり二人は結ばれていくとか、ご縁が近くなっていくっていうところにたどり着いていくっていうのがここで出てきています。で、これはとっても大きいカードです。じゃあどうすればいいのっていうところで、ワンドのクイーンさんが入っています。自信持ってください。それはお相手にも言えるかもしれないけど、あなたにも大きく言えるかもしれません。あなたのままでいいっていうところもあるし、一番最初にもお話しした通り、やっぱり自分の中の今ネガティブになっている思いからあなたが抜け出していくとき、そして大切なものを残しながら、慈しむところは残しながら、手放せるところは手放していく。そして自分に自信を与えてくださいって、自分にね、自信持ちましょう。あなたは華やかで人からもともと注目を浴びる人です。周りの人が振り返ってあなたを見るぐらいオーラのある人なんですよ。ただ今それがそうだな、陰りが見えてるというか、あなたの中で悩み事かな、自分自身の自信がないとかね、どうしようかなってお相手のことに対してもそうだし、自分自身に今自信がなくなっちゃったっていう方もいるかもしれないから、今だから本当に必要じゃないものいっぱい抱えてる可能性があるし、考えてる可能性があるので、本当に必要なものだけを残して残りは手放していきましょうって。そうするとお相手とのご縁、もともとあるご縁がね、しっかりとつかめるようになっていくし、そしてもしできるのであれば、あなたの方からお相手にサプライズ的な何かお相手にとってね、嬉しいこと一言かけてあげるとか、あなたからの声がかかるのをお相手は待ってるかもしれないし、あなたと会えるのを待ってるかもしれません。今距離があってとか、なかなか会えないとかっていう方は、あなたの顔を見たいってお相手が思ってる可能性があるし、ギクシャクしてる、社内にいてもギクシャクしていて、なんかよそよそしくなっちゃってっていう方は、あなたの方から一歩歩み寄ることっていうのをお相手は待っている可能性もあります。あなたの方から働きかけていくのもいいでしょう。まず一番は心っていうところで、自信持ってやってくださいねって。今元気がないよっていう状態かもしれないので、まず自分自身の心を癒して元気を出していきましょうってことがまず一番に言えます。で、気持ちが安定して元気になってくると、ネガティブな思いって勝手に離れていくので、自然と手放しが行えていくので、そしたらもういろんなこと迷わずに済んで、もうすっきりと自分こうやってやっていこうっていう道が見えてくる。
そしたらもうそれに向かっていつも通りのあなたで、また元気なあなたに戻って進んでいくことができるよっていう風に出てきていますね。はい。で、13番子供のカードも入っています。そのあなたの本当のお気持ちっていうところ、例えば周りがこうだからとか、お相手がこうだからとかね、お相手がなかなか返事してくれないとか、返信してくれない、連絡忙しいって言ってなかなかね取れないとかね、自分は待ってるんだとか、いろんな状況があるかもしれないけど、その状況をひとまず置いてみて、あなたの本当に思っていることって何っていう風になると、やっぱりこの本心のラバーズですよね。お相手ともっと仲良くなりたいなとか、ときめくような関係性になっていきたいなっていう、本当のここを大切にしてっていうところですね。そしてあなたは気づいてるはず、お相手とご縁があるって、何か特別な感情がここに生まれている、2人の間に何かね絆を感じるとかねっていう方多いと思います。その絆やご縁、あなたが感じているものを大切にしてって、これが一番大切だよっていうふうに教えてきてくれています。はい。そしてラッキーナンバーは7と3です。やっぱり今の心身の癒しっていうところをまず一番に考えてください。そしてもう誰にも話せない悩みとかをもし抱えているのであれば、もう身近な人じゃなくてもよくて、専門の方でもいいと思うんですよ。お悩みを聞いてくれる人、専門の方だったりとかね。あとはそういうコミュニティに入っていくとかっていうところで、自分の悩みを人に打ち明けていくことっていうのもいいでしょう。いろいろとやっぱり考えたり思ったりとか思い悩んだり、思いを募らせたりとかすることも出てくるんだけれども、その中でも今あなたが夢から目覚めて地に足をつけていく時だよっていうふうに、行動していく時だよ。行動っていうのはお相手にアプローチしていくだけじゃなくて、今自分の気持ちをリセットかけることだったりとか、自分の本当の気持ち、立ち戻って環境がどうこうとかじゃなくて、本当は自分何したいのっていうところに一回気づくこと、立ち返ることっていうのも一つのアクション、行動なので、そこ気づくことっていうこともね大切だよっていう風に出てきていますね。そしてグロリオサっていう栄光っていうカードが入ってきています。この栄光っていうのは光り輝かしい大きなものとか達成感というものが全てではないです。日々の小さな努力、周りの人に対する思いやり、そうした些細なことの積み重ねが大きな栄光へとつながっていくのです。あなたが毎日何を考えて何を行っているのか、ちゃんとこの守護の存在たちはあなたを見ています。そしてあなたの日々の行いが大きな大輪の花を咲かせるように導いてくれています。たとえ悩み迷うことがあっても安心してください。あなたが積み上げてきたものが栄光へとつながっていると、この花は告げてくれています。アファメーションをしていきましょう。私は日々の小さな積み重ねから大きな栄光を手に入れます。はい、これがあなたに今必要なアファメーションです。ぜひこちらをメモしたりとか唱えたりとかしてください。自分のあなたの今心に自信をつけてくれるような言葉です。日々の積み重ね、そして周りへの配慮、思いやりっていうのを大切に持っていきましょう。もちろんあなた自身が自分自身を思いやっていくことを大切にしていくことっていうのがまず一番ですよ。心をまず元気にさせてあげましょうっていうカードが入ってきていました。今回は浅い関係性の恋愛、片思い、お相手とどうすれば仲を縮めていけるのかっていうところで、具体的なアドバイスだったりとか、今障害になっていることやお互いの関係性について見ていっています。2人はソウルメイトの関係性、深いつながり、ご縁があるんじゃないかっていうところで、こちらをねぜひ自信にしてくださいと。そしてもし動くのであれば、そうですね、今どちらも迷っていたりとか動き出そうとしているんだけど、なかなかそこから変わっていけないような、お互いがねそういうところでもあるので、きっかけをつかむのはもしかしたらあなたの方かもしれませんね。そうですね。ナンバーは7と3です。3日後とか1週間後とか3週間後とか7のつく日っていうのを参考にしてください。で、お相手の方もね、あなたの方の出方がわかると、もっとわかりやすくこっちの方もね出してくれると思うんですね。そうですね。
そうお相手の方からお迎えに来てくれるというよりは、今お互いがはっきりとさせていく時、いろんなモヤモヤとか抱えているものっていうのをはっきりさせていく時っていうのが出てきていました。そしてこちらのお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。これはあなたの心をきつく締め付けているものから解き放たれる時がやってきますよっていうのを教えてきてくれています。今縛られている、束縛を受けていたり、ぎゅっと心が苦しくなるようなこととか、一つのことにとらわれていたりとか、自分自身の心をきつく締め付けているものがありますね。それが今解き放す時がやってきています。はい、このタイミングを生かしてぜひあなたの心をもっと自由にしてくださいっていうようなね、この自由純真さを表すカードも出てきていました。本当の自分の大切に思っていることっていうのを持っていきましょう。あとはもう必要ないことは手放しが行われていくよっていうふうに出てきていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、浅い関係性の恋愛、片思いについて見ていきます。今のお互いの現状や、お相手がどう思っているのかとか、動いてきてくれるのか、そしてアドバイスなどをもらっていきましょう。ではよろしくお願いします。今回はスプレッド展開で見ていきます。こちらのね、少しね、大きいタロットカードを使って見ていきます。では早速お願いします。今2人にとって障害になっていることなども出していきますね。そしてそうですね、浅い関係性といっても、例えば社内恋愛、片思いをしていたりとか、あとはそうですね、まだ連絡先知らないとか知ってるとかってことにもよって変わってくると思うんですよね。あとは遠距離、遠く離れていてなかなか会えないとか、お誘いできないとか、だけど LINE とか SNS はつながってるよっていう方もいるかもしれません。それぞれの関係性に当てはめてご覧になっていただけたらなと思います。では早速出していきましょう。はい、あなたの方です。基本的にこちらがあなた、こちらがお相手で出していきます。はい、お相手、ムーンのカード。はい、そして今の2人の関係性としてソードの9。はい、ということでなんかね、悩ましい感じのカードが入ってきています。ではあなたの本心を見ていきます。ソードのキング、お相手の本心。はい、お相手の本心としては、カップ、カップね、ハートで描かれています。カップの5が入っています。なんだろうね、お相手なんかね、がっかりしちゃってるとか、失望してるとか、なんかね、自分に対してですよ。自分に対して。あなたじゃないの。自分に対して、なんで自分できなかったのかなとか、何かを失っちゃったとかって、そういう本心や、そしてなかなかね見せてくれない、本心が見えないとかね、本音が見えないムーンのカードを出してるので、今ちょっとお相手ね見えづらいかなっていう感じは入ってきています。そこに対してあなたははっきりとしてほしいなとかね、ちゃんとした答えが欲しいとかね、告白して返事待ちの方もいるかもしれないけど、でも浅い関係性なのでまだね告白っていう感じじゃないと思うんですよ。例えば連絡してなかなか連絡来なくて、それの連絡を待っていて、早く連絡くれないかなとか思っていたりとかね、それもね後で見ていきましょう。そしてそれが障害になっているところでワールドのカード、はい、そしてお相手が動いてくれるのか、何かねお相手の方から動きっていうところを出してくれるのかっていうところでペンタクル6番、そしてここアドバイスカードです。アドバイスカードとしてはワンドの10、オーバーワークのカードが入ってきました。そうだな、アドバイスとしてそうですね、
もう少し補足で出していきます。まずロマンスエンジェルカードを使っていきましょう。ロマンスエンジェルカードにおいてまずね、障害になるところとアドバイスと、そうですね、そしてお相手のところでも1枚もらおうかな、それとも関係性においてもらおうかな。ちょっと待ってくださいね。まずは関係性で1枚出しましょう。関係性というか、お相手と関係性、2人のね関係性と合わせて見ていくと、許しのカード、そしてこちらの障害になっているところ、でアドバイスカードでアドバイス、なるほど。そうですね、未来ね良くしていきましょう。大丈夫、可能性がすごく広がってきました。でそしてそのね、お相手がなんでその今自分に自信がなくなっちゃってるとか、なんかやらかしちゃったなとかね、許しのカードが入ってるので、あなたに許してほしいなって思ってることがあるっていうのが出てきてるんですね。で自分のことを責めていたりとか、そしてネガティブに今お相手が考えていたりとかするので、それは2人の関係性がそうだから、あなたも悩んでるところがあるんだろうけど、距離を縮めていくためにはどうしたらいいのかなってことかもしれないし、ただしお相手のところでこの並びを見ていると、何か自分の中であなたに対して自分の気持ち知ってほしいなとか、許しのカードだから何かやっちゃったのかもしれないね、お相手がね。そうね。そしてそれを取り戻したいとか、あなたに謝りたいことがあるっていう風に出てきているかもしれない。もう少し深く見ていきましょう。そうですね、障害、そしてお相手はどんな風に動いてくれるのか、アドバイスカードでアドバイスカードをもらっていく。ただね、そうね、障害、そっか、障害、そうね、船のカード、ワールド、船、で、お相手がどんな風に動いてくれるのか、リングのカード、なるほど。そしていいですね。でここね、アドバイスのところで木のカード、でもこのね、ロマンスエンジェルカードをね、もうすぐだよっていう風にも教えてきてくれてるので、物事が好転していくと思うんです。ただその要所要所ね、抑えていきながら、今あなたの現状把握のためにお役立ていただけたらなとも思います。そしてまだね、出していきます。トランプでまずラッキーナンバーを出していきましょう。お相手との仲が深まる時期とかね、もしあなたの方から動いていくんだったらどのタイミングがいいのかなっていうところで、参考程度にはなるんですけど、数字をもらっていきます。2枚もらいますね。やっぱりこっか、1、5っていうのが出てきています。15でもいいと思いますしね、1のつく日、5のつく日とか、でもね、これね、すぐだよっていうカードに対して1のカードが出てるので、やっぱりすぐっていう感じもしますしね、決まったらすぐっていうのも入ってきますし、でも5番、そうね、何か変化を受け入れていくっていうことも必要になってくるんじゃないかなっていうのが出てきてる。やっぱりこう落ち込んでいることがお互い今あるのかなっていうところがある。でその悩んでることっていうのを一回消化していかなきゃいけないねっていうアドバイスも出てきているんですよね。そこで初めて安定してくるものが出てきたりとか、まずは落ち着きさを取り戻していこうっていうことかな。そういうことがアドバイスで入っているのかなとも思います。そしてあとはオラクルカードももらっていきましょう。こちらのオラクルを使ってもう少しもらっていきます。そうですね、あなたの現状としてはカップ3番。ただしお相手がムーンだから、あなたが働きかけていたりとか、そうですね、みんなで楽しく乾杯とかね、お友達とかも表すようなカップ3番なので、
あなたからはポジティブに明るくお相手に話しかけたりとか持ちかけたりとかしようって頑張ってるっていうのが見えていますね。明るく振る舞おうとしていたりとか、だけどお相手の方がそうね、なんかこう本心見えないとか、ちょっと泣いていたりとか、お相手で1枚出しましょう。やっぱりお相手気になりますもんね。お相手が気になる、永遠の愛。そしてそうですね、障害のところ、いやでもね、これね、障害ってね、すごくね重くのしかかっていたりとかっていうことじゃないので、あとはここかな、この2枚で出しましょうか。大丈夫よ。はい。そして別れの悲しみで、アドバイスカードは控えめな優しさ。ここでもらってみていきましょう。ではじっくりと読んでいきましょう。そうですね、こうカードを展開しながら軽くそれぞれ触れてはいってるんですけど、そうだな、このオラクルカードも足して見ていくと、そうですね、関係性が浅い、片思いということで、だとしたらお相手の中で、そうだな、恋愛に対して前向きになれていないとか、やっぱりこう失ったものがあるっていうのが出てきているし、別れの悲しみっていうのもあるので、愛情を失いたくないとか、一度失ってしまった悲しみがあるので、同じようなことを繰り返したくないとか、例えば恋愛関係になったらいずれ別れが来ちゃうんじゃないかなってね、永遠の愛っていうところに自分がたどり着けないとか、まだそれを知らないとかね、その愛について長続きしていけない、そんな自分に対してがっかりしていたりとか、一度失ってしまったものっていうのも経験されてるかもしれませんね。そうですね、大きな失恋とか大きな別れっていうことを経験していて、もうねそういう思いを繰り返したくないとか、ただその許しっていうのも出てきてるし、その許してもらうとか、自分自身を許していくことで一つ成長するとか、そこで経験や学びにつながっていくってこともここで出てきてるから、あなたに許してほしいことがある、もしくは自分自身をそのね別れ経験したことからもう抜けて、自分が一つ上の段階へ上がっていきたいっていうようなところも本心として出てるんじゃないかな。だけどその本当に奥底まで潜っていかないと、自分が今解消していくものを乗り越えて一つ成長したいってところ、本人まだ気づいていないかもしれない。失ってしまったショックとか悲しみってところからまだ自分がじゃあ本当はどうしたいのかなってところまでは見えていないようなところもある気がしますね。テーマとなってくるのはここかな、永遠の愛。お相手の中では恋愛長く続いていける、長く愛し愛される関係性って一度失ってしまっているものもあるかもしれませんね。そして浅い関係性で見てるので、そのあなたに対して何かやらかしちゃって許してほしいなっていうふうに、でもね一部の方ではあるかもしれないですよね。返事返す返さないとか、浅い関係性なのでそこまで深いようなことじゃないかもしれないけど、そこであなたにごめんねっていうふうに言いたいようなところもあるかもしれない。ただここはずっと長くっていうところの意味が入ってくるので、そこに対して一回自分が手放しちゃったことがあって、あなたに対してそこを許してほしいなって思ってるっていう可能性もありますよ。それ以外だと、もちろん自分、さっき言ったみたいに自分の中に抱えてるものがあるのかなっていうふうには見えてきています。関係性ないし、お相手のところのカードでこの許し、もしくはそれを生かして学ぶっていうカードが出ているので、そのいろんなことを含めて見ていくと、お相手の中ではまだ、はっきり答えられないとか、自分自身の気持ちすらまだはっきりと、おぼついていない、おぼつかないようなところもあるんじゃないかなっていうのがあると思うんですよね。はっきりと言えない曖昧な感じにしていたりとか、それは何でかっていうと、過去に失った愛の痛みから抜けきれていないとか、もうこれ以上恋愛で苦しみたくないとかね、
自分は恋愛しても長続きしていけないんじゃないかなとかね、そういうことを考えているからです。はい。もしあなたとの間に何もないよっていう方だとしたら、お相手はもう自分の心の中のその恋愛観ってことに対して、もう自分はね、恋愛していけないんじゃないかなっていうところが出てきているよってことです。あとは2人の間に何かギクシャクするようなことがあって、今距離前よりも遠くなってますとか、浅い関係性なんだけど、でもそれでもちょっとね距離が離れてるっていう風な方だとしたら、あなたに対して失望させちゃったようなところが自分にある、自分に非があるっていう風に感じているから、あなたに今素直に向き合っていけないとか、なんかこう後ろめたいことだったりとかね、それはでもあなたに許してほしいなって思っている気持ちがある、謝りたいことがある、あの時ごめんねって思ってることがあるんだけど、それをまだ素直にあなたに言えていないのかなっていうところはあります。だからあなたもお相手の気持ちがはっきり見えると嬉しいなっていう本心を出してきてるんです。または自分から動いてはっきりさせたいようなところもあるんじゃないかなって、決めていきたいところっていうところがあるんじゃないかなっていうふうに見えています。ただしあなたの方は前向きにできるだけ取り組んでいこうっていう風なエネルギーが今溢れているんですが、2人の関係性で総合的に見るとやっぱりこれ思い悩んでいるよっていうカードが出てくるので、やっぱりこの今お相手の方がどちらかというと重く考えていたりとか受け止めていたりとか、そうですね、そういうところがあるので、まずはお相手のフットワークとか気持ちが軽くなっていかないと、2人の関係性が進展しないんじゃないかっていうところは読み取れます。ただしここね、障害になっているところとしてこれですね、そうだな、ここね、すごくじゃあ2人の関係性って縮まっていくの難しいんじゃないとかっていう風に感じた方もいるかもしれないけど、意外とそうでもないよっていう風に出てきてるんですよ。だからあなたの方でも自分からアプローチしてみたんだけど、こうお相手がうんともすんとも言わないような、なんかこう曖昧な感じで出してきていて、少しね不安になってきている方もいるかもしれないですよね。だけどそこまで不安に思うことないよっていう風に出てきているんですね。なんかこう前に進んでいくんだっていう積極的に動きを見せる船のカードとワールドでしょ。そしてこれは今はね片思いなんだけど、でもそうやって情熱的に思っていること、これがまずポイントとして入ってきてるんですね。諦める必要ないよってことを総合的に出てきてる気がするんですね。これも向かっていってるような絵柄が入ってる。ワールドは統合に向かっていくので、これからだから2人は変わるきっかけや転機っていうのが訪れる可能性があるんじゃないかな。それはどちらかが動き出すとかではなくて、そういう巡りがやってくるんじゃないかなっていう風に見えたんです。もしくはあなたの方から変わらずこれからも動いていくっていう感じで入ってきていますね。そしてね、まだここにねアドバイスも入ってますから、それも読み解いていきながら見ていきましょう。特にこれがあるから動けないとか、そういう大きな障害ってことがなくて、もしそうだな、もしねお相手の状況と照らし合わせて障害として大きく読み解いていくのであれば、お相手の今のお気持ちや本当のね奥底の深層心理っていうところをまだこの人自覚していないところがある、自分自身まだはっきりと見えていないところがあるので、その状態で今もしあなたがお相手にアプローチしすぎた場合は、ここがその障害として入ってくるのかもしれないけど、でもねあなたはすっごくね勢いよくじゃあ無理して自分を押し出していくのかって言ったらそうでもないので、だからもうなんか今無理やりこう障害として捉えるのであればってことで読むんだったら、あまりこう完璧を目指しすぎなくていいよってところなんだけど、でもねそう読むんじゃなくて巡りがやってくると思うんですよね。はい。ではそのお相手の動き、じゃあお相手はどういう動きを出してくれるのかなっていうと、ここの3枚です。まずリングっていうのは約束っていうのを表しています。今まで多分ねこの人それを避けてきたんじゃないかなっていうのがある。
なかなか見せてくれなかった気持ちとか本音とか、あなたがデートにお誘いしたりしてもなかなか乗ってきてくれないとか、タイミングが合わなくてとか、例えばね、忙しいからもうちょっと待ってねとか言われている方もいたかもしれないですよね。でもそこに対して一つ約束ができる。デートだったらデート、みんなで遊びに行こう、飲み会しようって言うんだったら、そのお誘いを約束してくれるとかね、あとは連絡返事が来るとか、そういう何かしらの形でちゃんと一つお相手の方からはっきりとこれっていうものがあなたのところに出されるでしょうっていうのが出てきています。そしてペンタクル6番も入ってるから、そうだな、やっぱりこうなんか自然の流れで変わっていくこととか巡ってくるものがあるんじゃないかなっていうのが出てきているんです。どちらか一方が負荷がかかることとかじゃなくて、なんかね、そういう流れになってくる、好転していく、タイミングがやってくるんじゃないかなっていうのが見えてきています。そしてこのね、やっぱりこの別れの悲しみっていうのは、お相手の中で多分過去にあった恋愛に対するネガティブな思いを抱えていたこと、これが今手放されていく時がやってくるって、多分ね、こうひどく失恋されたとか辛い経験をされたっていうね、こうだから自分は永遠に恋愛関係長続きできないんじゃないかとかね、また同じような別れを繰り返したくないとかね、そういうことを感じているお相手なんじゃないかなって思うんですけど、そこから抜けるんだよっていうのが出てきています。お相手の中ですっと重かった気持ち、辛かった気持ちっていうのが抜けてくるよっていう風に出てくるので、だからこの方の中で一つ気持ちの整理がつくというか、そういうところに目が向いていくんじゃないかな。今まで自分の内側に見ていた、内側だけしか見えていなかったんだけど、外の世界に目を向けてみようかなっていうきっかけが出てくるとか、それがそうだな、忘年会とか何かの打ち上げの飲み会とか人の集まりとかコミュニティの場を通してとかね、あとはそのあなたと連絡取り合うこととか、一つ何か約束を交わすようなこと、お互いにとって顔を合わせることができるとか、距離が縮まるとか、何かそういうきっかけをあった、そのことによってだんだんと抜けていくものがあるよっていう風に出てくるんですね。お相手の中の痛みを手放して、お相手が新しいものを受け入れていくから、ここで結ばれていくもの、約束されてくるものが出てくるよっていう風になってるんですね。お相手の中でだいぶバランスが取れていくんじゃないかなっていうのが出てきています。そして何かしらのお返事だったり約束だったりっていうところを持ちかけてくれるとか OK してくれるっていうところが出てきています。ではアドバイスカードです。はい、では見ていきましょう。まずね、番号としては1と5です。はい、この1週間後とか、明日とかね、5日後、5のつく日、15日とかね、そのあたりを参考にしてください。そしてもうすぐだよっていうね、もうすぐ2人がギュッとするとき、近くなっていくとき、距離が近づくときがもうすぐやってくるよっていう風に言われてるんですね。そうですね。ただしポイントとしても入ってきてます。オーバーワークのカードが入っています。たくさん抱え込んでますよっていう、これね、ちょっとね、アドバイスとして捉えてねっていう風に入ってるので、そうだな。どちらかがすごく抱え込みすぎる必要ないんだよ。お相手的には多分自分の中で感じている恋愛観だったりとか、自分のこれからの恋愛についてってこともそうだと思うし、あとはもう純粋に今忙しいとか体調を崩してるって方もいるかもしれませんね。こうやって見てるとお相手かな、忙しいのかなっていう感じもするし、ただこう忙しい中でも、じゃあ恋愛今どう思ってるのってことを聞いていくと、なんかこう失ってしまったことからまだ抜けきれていないとかね、そういうところが出てきているので、それプラスなんかこう私生活仕事とか忙しいのかなっていう、働きすぎだなっていう感じもするし、あと抱え込みすぎっていうのが出てくるんです。仕事だけじゃなくてお相手が多分いろんなものたくさん抱えてる可能性が高いんですよね。そこを軽くしていくことっていうのがアドバイスかなっていう風に出てきています。あなたの方はなんかね、すごく抱えていて動けないとかっていうよりは、どちらかというと
もうちょっとこうライトな感じというか、ポジティブに考えていて、もしお相手が辛い思いをしているんだったら、自分が助けに入りたいとかね、リードしていきたいとか、支えてあげたいとか、そういうことを考えているので、だからね、どちらかというとお相手の方が今なんかこう恋愛に対して前向きになれていないとか、なんかね、こう今自分自身が一つ階段を上がる時なんだけど、まだそこに気がつけていないのかなっていうところがあって、立ち止まっているような状態なので、お相手の荷物を軽くしてあげられるようなことができるといいんじゃないかなっていうのも出てきてるんですね。で、木のカードっていうのは健康状態も表してるんです。だからお疲れなのかなっていう一部の方はねいる。だからあなたの方がデートに誘っても、今忙しいからとか、疲れてるとか、体調悪くてとかってもし言われてる方いるとするんだったら、それで今お相手の返信待ちだよっていう方は、多分そうなんだと思う。お相手が今体調優れていないとか、働きすぎて忙しくて時間なかなか取れないとか、そういうことも関わってくるんだと思います。そうね。そしてもうそれ以外で言うのであれば、これは信頼関係とかっていうのも表しています。まだ育んでいく最中だよって、2人でしっかりと根を張っていきましょう、土台作っていきましょうねってこともここで教えてきてくれてるので、まずしっかりとした土台とか栄養を与えていくためには、お相手のサポートに入っていくといいんじゃないかなって思うんです。どっちかっていうと今こっち弱ってるので、あなたの元気とか強さっていうのを分け与えていくようなイメージでいるといいのかなっていうのも出てきています。そしてこちらのカードですね。椿のカードです。控えめな優しさというワードが入っています。あなたは日頃から人にそっと手を差し伸べることが多いのではないでしょうか。そう、あなたは人に分け与えていくぐらいのエネルギーっていうのを持っていると思います。誰も見ていなくても静かに寄り添う心の優しさっていうのを神様はしっかりと見つめています。あなたを守ってくれている存在たちが見つめています。そして今度はあなたが大きな優しさに包まれる時がやってきています。これは思いがけない形で現れるでしょう。あなたが望んでいた愛情であるかもしれないですし、待ちわびていた成功かもしれません。近々訪れる幸福を受け取る準備を始めてください。今あなたがお相手や周りの人に注いできた愛情と優しさというものが何倍にもなって帰ってくる時です。アファメーションを唱えましょう。私は注いできたつつましい優しさを愛情として受け取ります。はい、これがアファメーションです。メモに書き起こしていただいてもいいですし、唱えていただいてもいいです。あなたが分け与えてきた優しさっていうのが今あなたに返ってくる時だよっていうのが出てきています。そうですね。それはお相手がここね、ペンタクル6番っていうのはお互いが分け与える、分け与え合えるってことね。そういうバランスの取れた関係性ってことを出してきてくれてるので、ようやくここで2人のバランスが取れるような約束ができたりとか、そういう気持ちっていうところが見えてくるのかもしれません。ではあなたはじゃあお相手に今どういうことをしていってあげればいいのかなっていうことで、1枚だけタロットのアドバイスもらっていきましょう。そうですね、なんかね、そのお相手の気持ち軽くなるようなことをすればいいんじゃないかなっていうのがあったんですけど、でもそのあなたが分け与えてきた優しさっていうのを今度は受け取る番だよっていうメッセージも入ってきたので、じゃあまず先にお相手の気持ち軽くしていけばいいのかな、どうなのかなっていうところで1枚もらっていきましょう。ラバーズのカードが入ってきました。いいですね。こうやって見てるとやっぱりあなたの方で今温かいお気持ちでいたりとか、そうお相手を包み込んでいってあげたい、支えてあげたいとかね、サポート入ってあげたいとか、楽しく気持ちよくなってほしいなとかね、楽しい気分になってほしいなっていう気持ち、すごくエネルギーとして溢れているので、今そのお相手に何かしてあげられることとしては、やっぱり楽しい時間を共有することだったりとか、提案していくこともそうですし、そのお誘いしてお相手から曖昧な返事とか、なかなか返事返ってこなかったとしても諦めないでっていう風に入ってくるんですね。あなたはそのエネルギーを持ってお相手に伝え続けていくこと、これが今あなたができることだよっていう風に入ってきました。
まだそのね、お相手の気持ちが見えないから両思いじゃないんじゃないかとかね、自分だけが思い続けてるんじゃないかって思ってるかもしれないけど、今そうやってあなたがお相手に対して優しくしていくこととか、楽しい気持ちを分け与えていくことが積み重なっていって、結果的にはあなたに何倍にもなって帰ってくるっていう風に出てくるんですね。はい、まだ今は育んでいく段階だったりとか、あとはそのお相手の重くのしかかっているものをあなたがサポートしていくっていうところが今あるんだけど、でもやっぱりそうだな、循環していくんじゃないかな、物事が好転していく、どちらかがこういっぱいいっぱい動くから変わるとかじゃなくて、自然とそれがあなたはできるんだと思う。今その状態がいいから、お相手に対して優しく接していってあげられる時だし、たとえね、すぐに2人が両思いにならなかったとしても、それでも今そのお相手の状態を良くしていこうっていうお気持ちの方が強い、ケアしてあげたいっていう気持ちが強いので、優しくあなたが動く、働きかけていくんじゃないかなっていうのが出てきているのね。だからそのあなたも無理して何かするとか何か手放すとかじゃなくて、今のスタンスでいいんじゃないかなって出てるんですね。はい、そのままのあなたのペースとかやり方で構わない。そしてたとえお相手が今釣れない反応をしたとしても、それでも諦めないでって。いずれ間もなく何かしらの形で結果が出てくる。一つのね、結果が出てくるよって。何かの変化ね。結果というか変化を受け取ることがあるよって。それはあなたにとって嬉しいことだからねっていう風に出てきています。そして一つ変化を迎えたからそれで終わりではなくて、これからも育んでいくことが出てくるよっていう風に捉えていただくといいのかなと思いました。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらはライオンのカードです。あなたの中の正しさと、そして自由なお気持ちっていうのを前に押し出していきましょう。はい、自分の中で、そうだな、例えば今こういうお相手の状況があってなかなか物事が動かないとか、そういうことがあって周りの人からこのお相手動かないんじゃないとかもし言われたとしても、あなたの中で自分がたとえね、お相手をサポートし続けていっても今はそれでいいんだって、自分の中でいいって、楽しい気持ちをどんどんと共有していきたいんだっていう気持ちがもしあれば、それを優先させてくださいっていう風に出てきています。自分の中の気持ち、そして自由になっていける気持ちね、自分を制限させる気持ちじゃなくて、自分こうしたいんだっていう、そういう気持ちっていうのを目覚めさせて進めさせていきましょうっていう風にアドバイスが入っていました。このメッセージもお受け取りください。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録、そして SNS の共有などもしていただけるととても嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係性の恋愛、片思いについて見ていきます。お相手と今どんな関係性、現状なのか、お相手の本心はどんなところにあるのか、そして今障害になっていることや、これからの好転へ向けてのアドバイスなどももらっていきます。ではよろしくお願いします。今回ね、こちらのとっても大きいタロットカードを使っていきます。ではここからシャッフルしてスプレッド展開で見ていきましょう。で、あなたの現状をお相手の現状、そうですね、そしてお互いの本心、どうしたいのかなっていうところを見ていきます。ではよろしくお願いします。まずはあなたの現状です。カップの2番。カップっていうのはこのタロットカードはハートっていう風に書かれています。で、そしてお相手の現状です。お相手の現状としてはカップの7番。はい、そして今の2人の関係性です。2人の関係性としてはソードの4番。
一回止まっているような、そうですね。一時休止のカードでもあるんですけど、止まってるというよりは、前進していないとかね、今このライン、停滞しているっていう感じかな。進みたいけど進まない、進めないとかね、そういうところなのかなっていうふうには出てきています。では、お互いどうしたいのかっていうところで、本心を見ていくと、あなたの方は節制のカード、はい。そしてお相手の方はペンタクル8、はいはい、いいですね。そして次、障害になっていること、今そのお互いの関係性を深めていくにあたって障害になってくることで、タワーのカード、はい、タワーのカード、そしてじゃあお相手はどんな動きを見せてくれるのかとかね、タワーね、少し気になりますよね。で、お相手の動きとしては動いてくれそうですね。カップの3番入ってますから、お相手の方がね、いいんですよ。ただ、障害だけがちょっと気になるかな。で、アドバイスです。あと、タワーはね、いろんな意味あるんですけど、アドバイス、ジャッジメント。もう一回チャンスが訪れるよっていう風に入ってる。これね、その障害としてタワーが入っていて、一回何かね、あるよっていう風に、何かあるよっていうかね、なんだろうな、大きな変化だったりとか、2人の関係性が切り替わったりとか、崩れちゃうとかじゃないんですよ。違うんですよね。タワーはそうじゃないんだよな。壊れちゃうとかね、そう思っちゃう方もいるんですけど、いや違うんだよな。この場合は違うんですよ。なんでお相手すごくいい状態だし、停滞しているものが一回そこで流れが切り替わるようなことがあるのかな。あなたの方が穏やかなイメージだし、お相手もね穏やかなんですけど、あなたはどちらかというと、そうだな、なんかいろいろ変化する中でも絶え間なく変わらずにいたいとか、どちらかというとね、なんかこうなんかこう平穏だったりとか、そういう言葉が今入ってくるんですけど、あえてね変わらず仲良くしていたいとか、そうだな、もっとより深くお互いを知っていきたいって気持ちももちろんあるんだけど、今そのときめいてる状態、これ以上悪くしたくないとか、そうだな、ゆっくりと時間かけて育んでいきたいとか、そういうところにいらっしゃるんじゃないかなって思うんですよ。だから今例えば停滞というか止まってるような状態、2人の関係性が前進していない、だけど後退もしたくないって、後ろにも下がりたくないっていうのが出てきてるんですね。ある意味だから、後ろに進まなければ今の状態でもいいんじゃないかなっていうところ、実はあなたの中にあるんじゃないかな。それか、進めていくにしても少しずつ進めていきたいとか、お互い理解し合っていきながら、自分だけ猛スピードで行くんじゃなくて、歩調を合わせていきながらってところ、あなたは感じてると思うし、お相手もね状態いいんですよ。あなたと仲良くなっていきたいっていう風に出てきているので、だからそんな風に働きかけていくんですよね。そうなんです。仲を深めていきたい。浅い関係性だから、まだそこまで深い仲じゃないよっていう関係性なのでね。だからそれでもお相手は、あなたってどんな子なんだろうなとか、どんな人なんだろう、知っていきたいなとか、あとは遊びに行きたいとかね、あなたと会話していくことで知っていくことがいっぱいあるから、これからも育んでいきたいとか、やり取りをしていきたいってところが出てきているんです。これからもやり取りしていきたい、もっとね続けていきたいとか、変わらずにこれからも歩んでいきたいってところが出てきているし、一緒に楽しいことしたいなとか遊びたいっていう風に出てきていますから、お互いのね状態はすごくね安定してるんじゃないかなっていうのが出てきてるんです。でもお相手の現状として、カップの7番なので、お相手の妄想が今たくさんあるよっていうところがあるから、それは多分ね、あなたと遊ぶプランをたくさん練っていたりとかっていうところだと思うんですよね。あれもしたいしこれもしたいしとかってね、本心ではその積み重ねのカードが入ってるので、あなたと積み重ねていきたい、そこで得られるものがあるとか、もっと仲良くなって知れることがあるとか、理解していけることがあるっていう風に出てきてるから、すごく前向きに捉えてくれてるんですよね。
で動きありますかって言ったら、お祝いしたいとかね、遊びに行きたいっていう、楽しく過ごしたいっていうのがあるから、好意的に見てくれてるんじゃないかなって出てるんですよね。そうですね。で、ここかな、何か障害、2人の仲を進展させるために何か障害としてありますかっていうところで、タワーとアドバイスカードでジャッジメントが入ってるので、何かあったとしてももう一度これが復活するっていうのがアドバイスだから、大丈夫。もし例えば、そうだな、2人の、そうだな、これその関係性にもよると思うんですけど、あなたがもし今こう大きく前進させなくても後ろに後退する、つまり2人の仲がこれ以上離れるようなこと、疎遠になるようなことがそうならなければ今の状態でもいいみたいなね感じでもし思ってらっしゃるのであれば、一回そこが、そうだな、あなたの思ったようにはいかないようなこと、想定外のことっていうのが何か出てくるよっていうのがあって、うわどうしようっていうふうに思うかもしれないんだけど、でもお相手ってあなたと育んでいきたいって思ってるの、積み重ねていきたいとか楽しい時間過ごしたいなっていうふうに思ってるから、だからこの人から離れるとかじゃないんだよね。なんか外部的な要因で何かがあるよっていうふうに出てきてるので、だけどもしこれでお互いにとって障害、なんかね、予期しなかった何かが出てきた、どうしようっていう風にパニックになっちゃったとしても、そこからまた再構築していけるとか、より良いものに結果的になっていくんだよっていうのが出てきていますから、よかったっていう風に最終的にはなるんですよ。ということで深掘りしていきましょう。何があるのっていうところなんですけど、まずはロマンスエンジェルカードで、そうだな、今あなたはそのお相手とのご縁っていうところを感じているし、2人でやっていきたいとかね、足並み揃えていきたいとか、2人きりになりたいとかね、もう私はもうこの人ってね、もうこのお相手っていうのがもう心に決めてるのっていうのが出てきていますからね、温かい気持ち、ときめく気持ちっていうのが出てきています。そうだな、1枚出しましょうか。そうですね。で、あとアドバイスカードロマンスエンジェルカードはね、そんなにはね、いいのかなっていう感じもするんですけど、2人の関係性で、これね、こう恋愛要素少し薄れてるんですよね。お金、仕事っていうワードが入ってくるので、どうだろうな、2人が職場が一緒だったりとか、そうですね、そういう関係性なのかな。もしくはどちらかの、職場に通ったりとかね、取引先の相手とか仕事つながりとかねっていう感じもするんですけど、でもこのカードを見る限りだとまだ恋愛関係には発展していないのかな。それはでもそうですよね、浅い関係性で見てるので、そうか、浅い関係性で見てる。ごめんなさいね、このカードが、お互いのカードがとても温かいエネルギーをすごく感じたから、そう今浅い関係性だとしてもこれから変わるんじゃない、とてもいい雰囲気なので、それが現実化していくんじゃないかなって思うんですよね。お相手がデートしたいって思ってると思うので、それが現実化するとか、あなたがお相手と歩み寄っていきたい、仲良くなっていきたいと思ってることが一歩前進するとかね、そういうことが出てきてると思うんですね。そうだな。で、ここね、どうかな、過去にアタックしてで曖昧な返事もらったっていうよりは、これからっていう感じがするんですね。浅い関係性で、であなたが連絡すればお相手も返してくれるだろうし、今ね、で連絡先知らないっていう方は連絡先聞いても全然いいと思うのね。お相手があなたのことを知りたいって思ってくれてるし、でもここね、お相手の動きとしてお相手も動いてくれるよっていうのがあるから、こっちから動いてくれる可能性もあるし、あなたが動けばいいよ、遊びに行こうっていう風に乗ってくれるっていうこともあるんですよ。そしてこの最終的なアドバイスで、大丈夫よ、今のこの恋愛信じていっていい、恐れずに向かってもいいのよっていう風に後押ししてくれてるんですよね。そしてこれでしょ、ジャッジメントっていうのは復活を表すんだけど、でも恋愛今浅い関係性で見てるので、たとえもし何かあったとしてもまたより良いものに
かえってこれがあったからこそより良くなっていくから恐れずに進んでいきましょうっていう風に読むか、あとはこれは、復活だけではなくて良いお知らせを運んできてくれるカードでもあるんです。つまりは良い結果になっていきますから、それを受け取っていくので、あなたはだから恐れずに、結果を恐れずに今進んでいってもいい、止まってるんだけど動いてもいいよっていう風に出てきてるんですね。でそしてこのお金と仕事っていうところで、じゃあなんだろうなっていうところ、気になるところはね、レノルマンを使ってもらっていきましょう。あと障害ね、障害は深掘りしていきましょう。そうね、障害の深掘りとなるとちょっとね、タロットカードも使おうかなと思います。まずは仕事とお金に対しての1枚と、だいぶねストーンってきてるので、障害とアドバイスとここで出して、あとねこの障害タワー、やっぱりタロット1枚もらった方がいいと思うんですね。タワーの後ろに何が隠れているのか、今あなたにとってはね、お相手とすごく波長が合うとか、ワクワク感、期待感とか、好きになってよかったとか、この人っていう風に出会った瞬間にこうピンときたっていう方も多いんじゃないかなって思うんですね。深いつながりを感じられる、何かねこうピンとくるものがあるとかねっていう感じもしますよ。はい、このタワーの影に隠れているものが助教皇。いや、もう1枚出していいですか。かなり大きなことだな。助教皇、フールやっぱりここなんだね。なるほどね。例えばね、どちらかがこうだからああだからとかじゃなくて、外部的要因かな。どうしよう、ダイアルカナだったら、ワンドの2番か。やっと見えてきた感じもします。4枚出すってかなり大きなことよ。でもね、怖いって思わないで。ここのアドバイスカードがジャッジメントだから、オラクルも笑っていきましょう。そうね、まず障害に対してやっぱ一番気になるのはここですよね。この障害何っていうところで、ここで1枚と、じゃあこのアドバイスで1枚もらって、あとはトランプもらっていきましょう。ラッキーナンバーもらっていきます。でお相手と急接近する日時だったり数字だったり、もしあなたの方から働きかけていくんだったらっていうことで参考になる数字を2枚ください。あとはカードを展開して、またもしかしたらね、多数かもしれません。これ浅い関係性で見てるので、それでもねお相手がこうやって積み重ねていきたいとか、日々やり取りしたいってことを出してきてくれてるってことは、あなたと育んでいきたい、仲良くなっていきたい、知っていきたいってところが出てきていると思うので、ここは前向きに考えていきたい。太陽のカード、今2人の関係性、ここね確かに仕事、お金っていうワードが入ってくるんだけども、でも太陽なんですよ。これ仕事一緒ですとか、仕事絡んでますっていう方だとしたら、今これがねご縁なんだってことが言ってます。職場が一緒とか、例えばね店員とお客さんだったりとか、取引先の相手であなたが顔を出したところにお相手がいるとか、定期的に通ってるとかであれば、この場所がご縁なんだってことを言われています。2人が出会ったこの場所、でそうですね、仕事、お金に関わる場所、これがご縁のある場所で2人を結びつけたんじゃないのかなっていう風に出てきています。どうですか？もし職場、仕事、お金何も関係ありませんだとしたら、そうね、それでもあなたのお仕事の話を
お相手が聞くとか、逆だったりとかね、何かしら仕事の話をお互いし合っていたりとか、何かしらのつながりっていうのがあるんじゃないかなって思います。会話の中に仕事の話が出てくるとか、相談し合ってるとかね、そういうのも出てきています。そしてなぜ今2人の関係性が、止まっているというか、でも何かがあって止まってるんじゃなくて、そうだな、今これからエネルギーを今本当にね構築している最中っていう感じもします。だからこれからここね、近い未来何か動きがあるから、そこで今お互いがエネルギーを貯めてるというかね、準備してるような感じもします。養ってる状態、エネルギーを。そしてここですね、じゃあ何っていうところで見ていくと、大切な思い出、そしてスターのカード、そうね、そしてタワーでしょ。でそれが、女教皇とフール、そしてワンドの2番。これなんか外部的要素であるかもしれないな。ただしすごく読みづらいですね。これとても読みづらいなっていう風に出てきています。例えばどちらかに何かがあってとかそういうことじゃなくて、ちょっと待ってくださいね。少しじっくりと絵柄を見させてください。これね、何があっても離れないでくださいっていう風に読んだらいいかな。たとえこの先何かがあったとしても、そのあなたの大切に思っているお気持ち、誰に理解できなかったとしても、自分自身の中で自分を理解してあげられてる気持ち、これ、それを一番大切に思ってください。もちろんお相手を信じていくこともそうだし、これから始まっていく関係性ですからね、浅い関係性で見てるので、これから一つ山場を乗り切っていくでしょう。ね、それは自分一人の戦いになるかもしれないし、お相手と一緒に向かって乗り越えていくことになるかもしれない。どちらもあるかもしれないっていうのが出てきてるね。これはあなたの中の問題っていう問題というかね、乗り越えるというか、旅路になるというかね、自分一人で、試練を越えていく、課題を一つ越えていくことも、クリアしていくこともあるだろうし、2人で乗り越えていくこと、取り組んでいくこともあるだろう。どっちもあるよっていう風に出てきてるかなと思います。いかに自分の気持ちを優先したりとか、それね、そのお相手が嫌がってるとかじゃないから、だからその何かあったとしても自分の気持ちをどのように大切に持ち続けていられるかどうかとか、例えばね、外部的要因でなんか予想外のことが起きてどうしようってなった時に、じゃあなんか自分ってお相手にアタックしていかない方がいいのかなとか、そういうことを制限つけないでくださいねっていう風に出てきてるんですよね。すべてはあなたの心の中に答えがあるよっていう風に出てるので、自分の直感です。これいい、こうしたいって思ったこと、周りにとらわれることない、外部的要因、これがあったから2人は進んでいかないんだとか、これがあるからとか、その理由っていうところを取っ払って、その理由っていうのがこれから先訪れたとしても、例えば仕事で離れ離れになっちゃうんだとかね、ちょっと忙しくなっちゃうんだとか、何かそういう理由がもし訪れたとしても、一番大事なのは自分の直感力だって。自分がいいって思ったもの、今あなたがお相手に対してなんとなく理由がうまく言えないんだけどいいなって思っていたりとか、気になるとか、諦めたいって思った時もあるけど、でもなかなか諦めきれないとか、湧き上がってくるものってありません？それを人に対して何か理由をつけて説明してって言われてもうまく説明できないんだけど、でもお相手に対して縁を感じてるって、これは自分の中の感覚だけなのかもしれないけど、なんかね通じ合ってるような気がするとか、そういうところ思ってません？それをこれから先も大切にしてねっていう風に言われてるんですね。そこだって、あなたが今お相手に対して感じてる気持ち、大切だって思ってること、なんかね人に対して理由説明しづらいんだけど、そう言葉にして説明してって言ったら言葉にしづらいんだけど、自分の中でそう感じるからそうなんだって思ってること今ありませんか？このご縁っていうところ、それで
今例えばここね、休止のカード入っていて進んでいなかったとしても、あなたはでも多分ね、マイナスにならなければ今それでいいみたいなこと思ってません？なんかこう急いでプラスにするっていうよりは、まずゆっくりとでもいいからお互い深め合っていくことっていうことにフォーカスしてるんじゃない？自分の気持ち湧き上がってくるこのときめきだったりとか、それを何って言われても言葉にできないんだけど、自分の中でなんとなくそう思ったからって、それが一番大事だから、これから先外部的に何か出てきたとしても、一番大事なのはここに立ち返ってねっていう風に出てきてるんですね。あまり制限つけてお相手を突き放してしまうとか、自分から離れちゃうとか、あとはそうですね、今の状態でいいんだよってことを言ってるので、そこからマイナスな行動をとったりとか、そういう自分を制限させるようなことをしなくていいって、自分がこうだって思った方に行けばいいんだってことが出てきてるんですよね。周りからたとえ何と言われようと、仮にね何と言われようと、あと何かがあったとしても、一番大事なのは自分がこうだって思ってることっていう風に出てきています。そうだな。そしてあとは大切な思い出っていうエーデルワイスのカードも入っていて、これね、あなたの大事だなって思ってる気持ち大切にしてっていうことプラス、そうだな、再会っていうワードも入ってるんですよね。なので、例えば浅い関係性だったとしても、過去に一度交流があった方で最近再会して、そこであなたの心に火がついたっていう関係性の方もいるかもしれない。再会することによって再び、巡ってくる思いとかね、湧き上がってくる思いが出てくるよ、これを大事にしてねってことを言ってるカードなんですけど、ここジャッジメントも出てるのでちょっぴり似てるかな。再会っていうワードがどっちも入ってるので、例えばね、何年か前につながりがあって、しばらく何年か間が空いて、最近またね深く知り合えたんだとかね、連絡先交換できたんだ、そこで好きだって思えたっていう関係性の方もいるかも。だからなんとなくご縁を感じていて、やっぱり再会して、やっぱりこの人だっていう風に最近思えたとかね、そういうことも言われてるかもしれないですね。一部の方なんですけど、でもそういうことないよっていう方だとしたら、やっぱり何回も言ってる通りに、自分のお気持ち、諦めない気持ち、そしてなんとなく言葉にはしづらいんだけど、自分でご縁を感じたからって、だからそれがいいんだってことを言ってるので、でもね、ここね、なんか予測できないようなことが出てくる。それを深掘りしても何かね、そうだな、お仕事は関係してる可能性はあります。そうね、お仕事や将来のこと、先のことだったりとか、でもまだねノープランっていう感じもするし、はっきりと未来がこうだっていう風に断言してないんですよ、カードが。こういうこと未来に起きるよっていうことじゃなくて、何が起きてもあなたの気持ちを大切にしてねっていうことと、少しだけお仕事は関係してるかもっていう感じでは入ってくるんですけど、その外部的要因で言えばお仕事か、ちょっと前のつながりの何かっていう感じで入ってくるんだけど、でもそれよりも一番大事なのはあなたのお気持ちだよってこと、恐れずに進んでねっていうことですね。はい、そしてあなたが進んでいくこと、あとラッキーナンバーは9と6です。9日後、6日後とか、9のつく日、6のつく時間とか、9と6っていうのを意識してみてください。そうですね、お仕事かなっていう感じも少しだけ入ってきます。もし職場が一緒とか仕事のつながりがあるという方は、お仕事、職場の中とかね、そういう時間帯っていうのを気にしてみてください。そしてそうですね、もし職場とか関係ないし、過去に何にもなくて再会っていうのにも当てはまらないよっていう方は、絶対ここは当てはまってると思うんです。あなたがなんとなくお相手に説明できない、人にはうまく説明できないんだけど、底知れぬご縁を感じてるとか、何かこうポカポカする思い、エネルギーっていうのを受け取ってるって、それを大切にしてくださいってことを言っています。はい、そしてそうだな、これから来るこの何かね、出来事に対しての準備をしておこうっていう感じでも入ってくるんです。エネルギーを蓄えておくこともそうだし、
想定外にならないように対策しておくことっていうのもいいと思うんだけど、でも一番大事なのは対策することじゃなくて気持ちだよって、諦めない気持ちとかめげない、恐れないとか、そういうところを自分が大事だと思っているところに出てくるよっていう風に入ってきています。そして鳥のカード、コミュニケーションを表すカードですね。それと儚い恋、アネモネ。今このタワーを通じてあなたが一つ成長する時が出てくるよっていう風に言われています。今このお相手と恋に落ちること、あなたがお相手を好きになったことって多分あなたの中で大きな出来事とか節目だと思うんですね。多分人生でこれ以上に、今まで以上に人を好きになったことないんじゃないかっていうぐらい、あなたの中ではご縁っていうのを感じているんじゃないかと思うし、またそのような体験になるんじゃないかなっていうのが感じられます。なぜかというと、大アルカナがすごく大きく出てきていて、大アルカナって人生の節目とかによく出てきたりするんですね。それがたくさんあなたの方でいっぱい出てきているので、あなたにとっては大きな経験だったりとか、そうですね、大きな収穫だったりとか、自分の中で一つクリアしていけるもの、感じられるもの、こう人生という大きなステージにおいてあなたが一つ階段を上ったりとか、自分にとってのプラスになる方に働いていくような恋愛恋になっていくんじゃないかなっていうのを出てきていますね。これが全てのカードを通して感じられることと、あとこちらのオラクルカードっていうのが、あなたが次に実感するのは、今これ新しい恋愛始めようとしていること、今浅い関係で見てるのでね、これが深まっていく、恋愛に発展していく時には、あなたは自分に今必要なっていうこと、たくさんのことを経験するでしょう。そして魂のために経験したことがあったんだってことをゆくゆく知ることができる、お知らせを受け取ることができる。すべてはいろんなご縁がつながっていて、このお相手を好きになった、そして恋愛関係になっていった、自分が恐れないで進んでいったってことが、あなたの人生を一つ経験、大きなステージへと登っていくようなことになるでしょう。このタワーを通じてそれを感じるんだってことにつながっていきますね。そしてアドバイスカードは鳥のカードも入っています。コミュニケーションを表しているカードなので、ここね、でもね、お相手も同じようなコミュニケーションを表すカードを出してくれています。お相手の動き、そしてあなたへのアドバイス。お互いこれからコミュニケーション深めていきましょう。浅い関係性なので、まだ連絡先知らないよって方は勇気を持って恐れずに、あなたが進んでいきましょうっていうのが出てるので、連絡先教えてくださいって言うと、お相手状態いいから、もう私も仲良くしたいと思ってたとか、私もね仲良くしたいと思ってたっていう風に言うんじゃないかなって思ってます。連絡先教えてって言ったらいいよっていう感じでやってくれたりとか、連絡先知ってるよって方は、今度ね遊びに行きませんかってこと、2人きりはまだちょっと勇気がいるっていう方は、もうみんなで飲みに行きませんかとかでもいいんです。そうやってきっかけを作ることが今必要になってくるのかなっていう風に出てきています。いや、デートのお誘いちょっとまだ勇気がっていう方は、もうちょっとねレベル下げて、まず自分から連絡してみるとかね、 SNS で何か送ってみる、 DM してみるとかね、そういうことでもいいと思うんです。もしくは新しくもう新規のグループ作っちゃって、そこにお相手を誘うとかね、友達にお願いして誘ってみてみたいな感じで、なんか新規のグループ作るってこともいいかもしれません。何かしらあなたが働きかけることによってお相手も反応を示してくれるし、今だったらイエスっていう流れになっていくので、恐れないでねっていう風に出てきていました。はい、ということで今回ね、この浅い恋愛関係のそのアドバイスだったり、なんか障害になることっていうことで、ここかなりね深掘りして4枚カード出したんですけど、それでもやっぱりなんだろうな、こうその原因がお相手にあるとかあなたにあるとかじゃなくて、もっと違うところからやってくるよっていう風な流れで入ってきていました。ただしワードとしては再会っていうのが入ってきていたので、前に関わりのあった方っていう場合もあるのかなっていう風に出てきています。ただしあなたが大事だなって思ってる今のお気持ちを諦めずに手放さずにいると、
ちゃんと乗り越えていけるのでって掴み取っていける、乗り越えていくことがあなたの人生において大きなステップアップになるんだってことが出てきています。はい、ということで、このね、気になるところでもあるんですけど、いかに自分らしくいられるかっていうところがテーマになってくるので、何かが起きたとしてもそれを心に留めておいていただいて行動されるといいんじゃないかなっていうふうに出てきていました。はい、では今回はそうですね、そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。これはその自分を抑えることなく、そして妥協することもなく強くあってください。自分自身を愛していきましょうっていうアドバイスカードです。はい、あんまりいろんなことにとらわれることはありません。すべては自分の心の中、もしくはあなたのもうすでに発生している言葉、あなたの中から発せられている言葉の中にもうすでに答えが出てきています。そう、あなたが今そうやってお相手に対して感じてることとか、もうすでにね言葉に出してるんじゃないかなと思うんです。それはそのお相手に直接言ってるんじゃなくて、周りの人とか友達とかに対して最近ポロッと言った言葉ありませんか？それが本当の答えなんじゃないっていう風に言ってきてくれていますね。もしくはこれから今まだここ胸の中にあって、これから言葉に出てくる可能性があるよっていう風にも捉えられるので、これからの自分の言葉、不意に出てくる言葉っていうところに意識してみてください。はい、これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録、または SNS でのシェアしていただけると大変励みになりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係性の恋愛、片思いについて見ていきます。よろしくお願いします。浅い関係性の恋愛といっても、連絡先知ってる知らないとかによっていろいろ変わってくるとは思うんですが、でも今回ね、浅い関係性っていうことで、それぞれの関係性に当てはめてご覧になってください。では今回はこちらのタロットカードを使っていきます。大きいタロットカードですね。ここからスプレッド展開で今のあなたの現状、お相手の現状、そしてそれぞれの本心や関係性、あとはお相手が動いてきてくれるのかなっていうところや、今障害となっているもの、そしてアドバイスもらっていきましょう。はい、それではもらっていきます。まずはあなたの、現状ですね。はい、ハートっていうのはカップを表しています。カップのナイトさんですね。告白した考えているとかねっていうところで、お相手はワンドのエース、いいですね。お相手の中でも湧き上がってくる気持ちというか、熱量っていうかね、今熱くなってるよっていうところ、燃え上がってくる、湧き上がってくる何かっていうのを感じてるよっていうのが出てきている。そして2人の関係性です。その浅い関係性なので、でもただお相手の中ではその始まりってことを表してきてくれてるので、まさに浅い関係性であれば今これから始まっていくっていうお相手の予感がしてるよっていうところがある。そして関係性としては運命の輪が入ってるので、まさに今始まっていくんじゃないかっていうところにいます。ではあなたの本心としてはチャリオット、すごくね勢いがありますね。ナイトのカードチャリオットと入ってるから、あなたの方がすごく動いているっていうのが見えています。お相手の本心です。もうすでに告白したよっていう方もいるのかな。お相手ソードのクイーンですね。そっか、あなたが動いてお相手がそれを受け止めて答えを出してくれるんじゃないかなっていうのがあります。そして今その2人にとって障害になるもの、これから恋愛を進めるにあたって障害になるものでジャスティス、でまず次行きましょう。そしてここですね、お相手はどんな風に動いてくれるのか。もしね向こうから動くとしたら、
はい。ペンタクル6番。そうですね。関係性のことを言ってますね。お互いが平等に分け与える、与えるもの、与えられるもの、どちらもそれで均衡を取れているっていうところを出してきているので、どんな動きを出してくれますか。でも後で見ていきましょう。で、最後にアドバイスです。で、ちょっとだけ気になるのが障害かな。で、アドバイスとしてはソードのエースが入っています。はい。ということで、ここだけちょっと気になるんですよね。ただ、かな。1枚タロット追加しましょうか。ジャスティスっていろんな意味があるので、もちろんね、カード全部に対して様々な意味合いがあるので、そして浅い関係性、でその他のカードを見ていくとどうかな。一部の方ではもしかしたら浅い関係性なんだけど、どちらかにパートナーがいるっていう方もいるかもしれないし、ジャスティスは何かしらの判断だったり決断だったりとか、あとは天秤を持っているので、ここもそうなんですよね。釣り合いが取れていくこと、それはどこにっていうこともあるので、ソードのプリンセスページ3ですね。ソードのページ3、なるほど、これでもらっていきましょう。ソードのページ3ですけど、なんかでもね、この方、剣じゃなくて手紙持っています。そしてそれを受け取って読み上げてるような感じですね。で、普段のソードのページさんだったら剣を持ってってね、周りを見てっていうところが出てきてるんですけど、この方どうかな。周りを見てるっていうよりは、このお手紙に集中して見てるんじゃないかなっていうイメージも入ってくるんですけど、そうですね。もうちょっと深く見ていきましょう。では、ロマンスエンジェルカードでもらっていきます。あなたは今でも本当に進めていきたい、関係性を深めていきたいとか、自分から働きかけている、積極的に働きかけているし、お相手の状況もいいので、あなたのことを見ています。どんな風に動いてくれるんだろうとか、動いてくれるというか、あなたの動きっていうところを見ています。アプローチ方法だったり、あなたの人だったり、内面っていうところもよく見てると思います。ごまかしのカードが入ってきています。何かまだ見せきれていないものがあるとか、そういう関係性だっていうことも出てきていますね。ここで、出してるんですけど、障害としてそうだな、ごまかしなんだけど、まだその本音を出せていないってこともそうだし、それ以外で言うんだったら、まだ隠してることあるから、それが明るみに出るよっていうことも言われているし、でなければ周りの人たちに対して秘密にしていたりとか、そういう関係性だったりとか、あとはそうですね、あともし出てくるのは、やっぱりそうだな、秘密の関係性っていうところかな。そこが障害として入ってきています。なのでやっぱりどちらかにパートナーがいたりとかっていう可能性も、なきにしもあらずかな、可能性としてはあるかなっていうのは出てきています。で、アドバイスカードももらっていきましょう。そうですね。ただあなたの方がすごく勢いがあるので、アタックしてるのがあなた。そして今2人の関係性が変わる真っ只中っていうのが出てきています。そうね、このごまかしをどういう風に見ていくかっていうことにもよるんですよね。そうですね。まだ本音を見せ合えていないのか、ただしあなたの方はどちらかというともう全面的に出してますよっていうのが見えてきているので、もし見えないとするのであればお相手の方なんですけど、もうちょっとここ深く見た方がいいかなとは思います。アドバイスカードはそうですね、掴み取っていくために動いていきましょうっていうことが出てきています。でもうちょっとね、深掘りしていきたい。そしてルノルマンカードと、あとオラクルももらっていきましょう。気になるところは、
まず障害になっているところですよね。でも今関係性はすごくいいものになっているのでね、もうあなたが進んだことによって変わったものもあるだろうし、お相手の心をね動かしたこともあるでしょう。実感してるんじゃないですか。もしくはそうなりたいからあなたが今から動こうって思っているとかね、積極的です。障害のところに1枚出していきます。公平。ね、ジャスティスも公平公正っていうのを表しているジャスティスもね、そうなんですよ。じゃあそのお相手の動きとして、お相手もね同じくね天秤のを持ったペンタクル6番を出してきているので、お相手はじゃあどんな動きとかなのかなっていうところで、お相手にも1枚出していきましょう。そしてアドバイスも1枚もらっていきます。まずはお相手に1枚、お相手のここですね、愛の信託、そしてアドバイスカード、アドバイス1枚ください。真実の愛。はい、この3枚をもらっていって、あとはルノルマンカードも足していきましょう。ルノルマンで気になるところっていうのは、まず障害のところですよね。ジャスティス、ソードのページ、ごまかしのカード、公平。そうなんかね、釣り合いが取れていないところに公平、正していくっていうね決断だったり、そのような知らせが届いたりとかっていう場合があるっていうところですね。なんか今まで均衡が保たれていなかったところっていうところに対しての、うまくそこを働きかけていきましょうねっていうところが障害です。つまり何かしらの偏りが今あるのではないかっていうふうにね、障害のところが出てきています。そしてあとはトランプからラッキーナンバーをもらっていきます。ラッキーナンバーはお相手と近づくタイミングだったりとか、あとはあなたの方から働きかけるといいのではないかという具体的な数字をもらっていきましょう。ただ今運命の輪が回っているので、ちょうど良いタイミングにいるのではないかと。13と3番です。そうですね、例えば2人が近づくためにデートできたりとか、お食事したり、お話ゆっくりできたりとかするような時間がある。それはあなたが働きかけているからです。そしてお相手がそれを受け止めている。あなたからのお誘いを受けて、で自分でイエスっていうお返事を出す。遊ぼうとか、話できるよとか、電話したら出てくれてゆっくり電話で話できるとかね、そういう時間を持てるのが13か3です。3のつく日とか3のつく時間とかね、3日後、3週間後、13日後のあたりを意識してみてください。ただ今とても状態が今好転しているところなので、そしてね、お相手の方からもなんかこうね、心が温かくなるような、熱くなるような、何か湧き上がってくるようなものが生まれているよっていうところがあるので、今とても2人が急接近するチャンスなんじゃないかっていうのが出てきています。そうですね、今そのお相手の方から見ていくと、お相手は今愛を与えたり受け取ったりするタイミングがやってきてるってことでね、カードが出てきています。ここ同じかな。分け与える、与えるもの、与えられるもの、どちらもバランスが取れているっていうことが出てきていて、お相手の中ではとても満たされる気持ちになるっていうところが出てきています。本当に今うまく回っているところなんじゃないかなっていうのがあって、これもね3です。33、3がかなり強く出てきてるのかな。はい。で、鍵のカードです。で、お相手はどんな風に動いてくれるのかってところで、やっぱりそうだな、バランスをとっていく、調和していく、公平っていうのがここで出てきているのと同じように、お相手の中でもあなたとのバランスを整えていくような働きかけが出てくるんじゃないかなっていうのがあります。で、気持ちの面でもそうです。与えられてもらってる、それにお相手が気づいてとか受け取ることによって、自分がそこで目覚めるものがある。そしてあなたに
同じぐらい返していこうっていうような働きかけが出てくる。そして鍵のカードっていうのは解決を表すカードなので、お相手の中でもスッとストンとね、心に何か腑に落ちるようなところが出てくるんじゃないかなって思っています。今まさに始まったところで、受け取ってお相手の中で一つ答えが出るとかね、あなたの働きかけによって、ここめちゃくちゃ動いてるので、あなたの働きかけによってお相手が何かしらの答え、しかもそれがお互いにとってのバランスの良いこと、そして物事はうまく好転しているので、良い結果となってお相手の中で心に落ちるようなものがあるんじゃないかなっていうふうにお相手の動きとしては出ています。そして次ここね、障害のところで公平っていうカードが出ています。そうですね。お互い、お相手もそうなのか、あなたなのか、どちらかなのかもしれない。しかしでも人間っていうのは生きていく中で、これどうなんだろうとか、間違ってるのかな、違うんじゃない、なんか理不尽な経験をすることっていうのがあるでしょう。そういう時にあなたは公平さ、正していきたいっていう気持ちが強く働いてきたんじゃないんでしょうか。あなたのその感覚を研ぎ澄まして、このお二人のバランスだったり、もしくは外部、自分たちの身の回りのことを正していくことっていうことに、あなたの力を発揮してください。それは今までなんか自分の中で不公平だって思ってきたこととか、それらを耐えてきたあなたがいるからこそです。あなたにしかできないやり方、できない気持ち、できない言葉、それらでこの身の回りのことやお相手とのことに対してバランスを整えていってください。あなたの大きな愛で周りを包み込んでいってくださいねっていうことが出てきています。で、障害のところで読み解いていきたいので、やっぱり自分たちの中でバランス取れていないとか、バランスというかね、これは世の中のことに対してのあなたの中では違うんじゃないかって思ってることなんじゃないのかな。障害で出てきてるのは周りの人たちに対して、自分が違うって思ってることを打ち出していけなかったり、正していけなかったりとか、正したいと思ってることを正せていないってことがここ強く出てきてるんじゃないかなって思うんですよ。スターのカード、お庭のカードですね。なるほど。障害として、お相手に堂々と会えなかったりとか、ジャスティスとソードのページ、周りを警戒してうまく立ち回っていかなきゃいけないんだけど、まだ見えてこないものや、またね、自分が隠さなければいけない、隠し通さなきゃいけない。でもなんで隠さなきゃいけないんだろうって思ってるところもあるんじゃないのかな。これは本当は、自分の物差しで判断して正していければ一番いいんだけどなっていう風な思いもありながら、そして社会的立場だったり、そういう社会的関係性っていうのも気にされているところも自分の中であったりとか、ここら辺ちょっと複雑に入り組んでいるなっていうところはあります。もしこの障害がなければ、ただお相手に自分の気持ちをぶつけていけばいいだけでうまく回っていくんだけど、この周りの状況だったり障害っていうところでどうしてもその正しさとはとかね、公平な判断とはとか、そういうところで引っかかりが出てくるんじゃないかなっていうのが出てきています。だからお相手と素直に遊べなかったりとか、遊ぼう、食事しようとか誘えなかったりとかね、それはいつ叶うんだろうって思ってしまったりとか、自分で働きかけているんだけど、じゃあそれって社会性で言えばどうなのみたいな感じで出てくると、それは自分の物差しと違う見方なんじゃないかなっていうズレを感じていたりとかね、周りとのズレですね、感じていたりとか、それを考えたらお相手に素直に向かっていけないのかな。いやでも私向かっていきたい気持ち強いんだよねってところが出てきています。これどうやって乗り越えていけばいいのかなっていうアドバイスがここですね。これでもね、今このその運命の輪が回り始めていて、それは真実の愛に向かって物事が回り始めているんだよってことを教えてきてくれています。今までよく頑張って耐えてきてくれましたねってことをね、このカードがあなたに伝えてきてくれています。かなり我慢していたことあるんじゃないんですか。社会的地位、立場、
周りの環境とかに対してすごく気を使っていたりとかっていうところもあったんじゃないかなってここで出てきてるんですよ。中には理不尽な思いした人もいるだろうし、自分はこうやってやっていきたいのに周りのこと考えたら、足並み揃えていかなきゃいけないのかなとかね、我慢しなきゃいけないのかなとかね、そのことに対して今までよく耐えてきました。あなたにとって真実の愛が今巡ってきています。なので今まであなたが耐えてきた試練っていうのは終わりを告げて、やっとこの真実の愛にたどり着く時がやってきているんです。なので幸せになる準備を始めてください。あなたが望む未来を具体的にイメージしてください。そしてそれに向かってあなたの希望っていうのを持ち続けて発信していきましょうっていうのがアドバイスとして入っています。アファメーションは、私は運命の人と出会い、真実の愛を知る準備を始めます。これがアファメーションです。メモしていただいても構いません。または言葉にして発していただいても構いません。一つ決めるとき、決断するときがやってくるんじゃないかなっていうソードのエースも入ってきています。あなたが決めてね、進んでいくことによって掴み取るもの、掴み取るチャンス、タイミング、真実の愛っていうところにたどり着いていくんじゃないかなと思います。こちらも行動してくださいっていうカードです。あとは選択のカードですね。道が出てきました。分かれ道、いろんな選択があります。あなたはその中で一つ選んでいくんですよっていうのが出てきます。その一つっていうのは何ですかっていうと、あなたが今まで耐えてきたことにもうさよならを告げて、自分の真実の気持ち、愛に向かってあなたが歩み始めていく時ですよってことをアドバイスとして教えてきてくれています。はい。またはその解決のきっかけをくれるのがお相手かもしれません。そしてそうですね、それらのあなたがね、周りと違う、なんかずれてるね、ずれを感じていることを社会的なことから抜けていくタイミングとしても13や3、そして3ですね。この3っていうのがかなり大きく働いてくるんじゃないかなっていうのが出てきています。例えばね、社会的に、パートナーのいらっしゃる方だとしたら三角関係とかねっていう方もいるかもしれない。そこを今解消して、もう真実の愛に自分たちが向かっていく道をあなたが選ぶのかもしれないし、あなたにパートナーがいるとかじゃなくて、例えばお相手かもしれないし、パートナーではなくて、例えばそれに近しいものがもしいらっしゃるのかもしれません。そういう存在とか物事、出来事、大切だって思っているものが真実の愛の他にもう一つあって、それに今までずっと時間をかけていて、恋愛ではなくてね、そっちの方に自分が一生懸命になっていて、熱意を注いでいて、でも耐えてきたことっていうのがすごくあって頑張ってきた。よくすごくね、頑張って耐えてきましたね。これからは愛情をあなたが愛情に対して目を向けたりとか与えてもらったりとかする番がやってきたんだよってことを教えてくれています。はい、では、お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。これはね、もう節制のカードです。時間をかけながらあなたがうまく取り組んでいくこと、粘り強く取り組んでくださいってことを言われています。バランスを保つっていうカードでもあるし、程よくやっていくっていうカードでもあります。またはね、程よくなっていきますよってことが言われています。過不足なく釣り合いが取れていきます。つまりはこのやっぱりね、公平っていうところになっていくんですね。お相手もどんな動きを出してくれますかっていうところで、やっぱりこの天秤を持ったカードを出してきているので、お互いの気持ちが揃うのかもしれないし、例えば社会的立場とか地位が揃うのかもしれないし、条件が合うのか、いずれの形にしろお互いの距離感がね良くなっていくにしろ、何かバランスが乱れていたものが取り戻されていって、正しく平行になっていって、そこから始まっていくよっていう風に出てきています。物事は今うまく回り始めているタイミングで、2人の関係性っていうのもぎゅっと縮まるタイミングが今やってきてると思うんですね。なので、そのあなたの方から今動いてるよってカードが強く入っていたので、動くとするのであればあなたからなんじゃないかなっていうのも出てきていました。参考にしてください。これからも
リーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録、または SNS へのシェアなどもしていただけると大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。